This desert wasteland was a turning point for Helena and her allies. It was here that her fellow explorer Rockwell began his spiral into darkness. If only Helena could have seen the threat that was so close to her, where Rockwell's experiments would lead. There's danger lurking beneath these sands, survivor. Seek out this Ark's guardian and find your way to where I'm waiting for you. はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はアークストーリーといたしまして、アークバックストーリースコーチドアース編前編をお送りいたします。アークにはバックストーリーがありまして、詳しくは以前お送りしております序書第1章などをご覧いただければと思います。今回スコーチドアースには2つの時間軸がございまして、メインキャラクターヘレナたちがいた時代と、その数十年前にあたるダケイやライアの時代があります。今回前編としては人物紹介とダケイやライアの愛と涙の物語をお送りいたします。これは後編のヘレナの物語にもつながるものがございますので、ぜひご覧いただければと思います。自分が最も好きなストーリーでもありますので、同じく共感していただければ嬉しいです。普段ですね、アークについてトラップであったり、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、Twitter の方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、Twitter の方でもフォローよろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。登場人物について、スコーチドアースで探検家の記録残しているのが4人います。その他に、ハテナハテナハテナと HLNA さんのものがあるんですが、こちらは少しマップをまたいだものになるので、また別途まとめさせていただこうかと思いますので、今回は省略させていただきます。ジョン・ダケイヤはギャングのリーダーであり、強盗から法執行官になった人物です。彼は19世紀ワイルドウエスト、アメリカの開拓時代の西部地方に住んでいたと思われます。記録は英語で書かれておりまして、こちらの箱に入っております。ライアは古代エジプトの巫女です。彼女の記録はヒエログリフで書かれておりまして、こちらの箱に入っております。サー・エドモンド・ロクエル。ロクエルは消耗品やキブルのレシピでもご確認いただける名前になるんですが、マインドワイプトニックなどいろんな料理のレシピを作ったキャラクターです。ロクエルは19世紀のロンドン出身の科学者のようでございます。記録は筆記体英語で記載されておりまして、こちらの箱に入っております。ヘレナ・ウォーカー。ヘレナは生物の調査所の記入者でもありまして、2008年頃のオーストラリアの生物学者のようでございます。記録は英語で書かれておりまして、この箱に入っております。一番有名なキャラクターでもございまして、パッケージにも記載されております女性でございます。ストーリーとして主役にあたる位置づけということになります。ダケイヤはすっぱだかで目覚めますが、その数週間後には銃口を人に向けながら盗みを働いていました。平和的に情報を共有する方がいい場合もあります。狩人から南東にいる集団について聞き出すことができました。集落への侵入は信じられないぐらい簡単でした。普通に歩いて中に入るだけでよかった。集落は予想をはるかに超える大きさでした。守りは薄かったですが、その規模には感動します。住人はみんなで協力し合って小さな楽園の建設に勤しんでいました。この場所について聞くと、彼らは口を揃えて
ライアと呼ばれるリーダーの功績を称えます。ダケイアはそのライアという謎の女性のことが気になっていました。果たしてどんな人物だろうか。ここにダケイアの過去はありません。ここでは賞金首ではない。なりたいと思う男になれる。今日決断しよう。ここにいる人々から奪うことはできない。彼らに必要なのは保護だ。俺が彼らを守る。ライアの説得は簡単でした。彼女は集落の警護がお世辞にも良いものでないこと、そしてもしダケイアがトラブルを起こしたければすでに問題が起こっていることを理解していました。ライアの言うことなら人々は耳を傾ける。しかしこのような無法地帯では言葉だけではうまくいかない時もある。2人の間に協力関係が築かれるまで時間はかかりませんでした。ここの兵士で銃が使える者はどれだけいるだろうか。ここの者たちの半分は信じられないくらい未熟で、残りの半分は銃より槍を好むような人間でした。成長が見られないわけではないですが、そのスピードは驚くほど遅い。ライアが時々様子を見に訪れますが、幸いなことに覗く程度でした。これはこれで気が散るのでやりづらい。ラケイアの寄せ集め部隊に今日初めて試練が訪れます。村から西に数キロ行ったところで数人が巨大なトカゲに遭遇します。そのうちの一人が何とか助けを求めに来ました。幸運にも他のメンバーたちも身を隠すことができたため、全員が無事に戻ってきました。戻ってきた時、人々からありがとうと言われました。ダケイアの人生でこれだけ感謝された日は他にありませんでした。正直何と言い返せばいいかダケイアには分かりませんでした。昨日何かが原因で町の外の水道管が破損し、作業員が修理に行ったところカマキリの大群に襲われました。ダケイアたちはそれらを追い払いに行きますが、もう手遅れでした。バカみたいなことを言っているようですが、あのカマキリたちはダケイアたちをおびき寄せるために故意に水道管を狙ったと思われました。いつかこのようなことが起こるはずでした。町が大きくなればなるほどライアの価値は高まります。そして高価なものはどうなるか。そう、盗まれるのです。確かにあのように彼女を拉致するのは悪くない手段だ。だが相手を間違えた。ここは私の町だ。動物の群れに彼女を押し込もうとしていた奴らの大半はライフルで始末します。逃走を始めた残りの敵は仲間に任せます。一人は投降してきますが、ダケイアの答えは決まっていました。自分の町であのような愚行を行った者に容赦するつもりはありません。あの女はなんてずうずうしいんだ。ライアは命を救われたばかりなのに、丸腰の誘拐犯を始末したことについて説教をしてきます。自分の身は自分で守ればいいと彼女に言いました。しかし言ったことを後悔します。彼女に射撃を週3で教えなければならなくなります。いつになったら覚えるんだ。彼女は5歩先の牛のケツにでさえ命中させることができないぞ。史上初めての射撃ができるエジプト巫女が誕生するでしょう。数ヶ月かかりましたが、ライアの辛抱強さには頭が上がりません。彼女に対してそこまで厳しくすべきではなかったと後悔します。弱肉強食の世界で信仰と伝統を守ろうとするのは簡単なことではありません。あるレッスン中に彼女は自分の女神には良い面と意地悪な面があるという話をしてくれました。彼女は別のことを言いたかったのだと思いますが、ダケイアは彼女こそが女神だと思いました。カマキリたちが戻ってくることは予想していましたが、こういう形は望んでいませんでした。どんな狼の群れよりも組織化された動きで村の両側から同時にやってきます。人間のように強調していました。奴らとの戦いは半日ほど続きました。もちろん無傷では済みません。このような襲撃が頻繁に起きれば自分たちにとっては危機的な状況です。ダケイアは人材をえりすぐり、奴らを追跡することにします。少なくとも住処だけでも突き止める必要がありました。ダケイアたちはしばらくカマキリたちの動きを探っていました。ダケイアたちを襲撃するためだけにはるばるやってきたとは到底思えません。奴らが賢いことは知っているので、何か別の意図があるに違いないと考えます。しかし、もし人間を殺すためだけに存在しているのだとしたら、奴らを全滅させるしか道はありません。言うだけなら簡単ですが、奴らの数は尋常ではありません。ダケイアは生物の専門ではないですが、群れをなして行動するカマキリなど聞いたことがありません。この狂った場所ではそんな常識も通用しない。とにかく何らかの策を講じる必要がある。
一匹ずつ始末していても拉致が開かない。サーシャを同行させておいて正解でした。彼女は1ヶ月前にノスティに現れたロシア人です。でも彼女は銃の扱い方をすでに心得ていました。グルーという場所で習得したと言っていました。聞いたことはありませんが、どうやらそこでは爆弾をダイナマイトよりも強力にする方法など、あらゆる種類のトリックを教えているようです。カマキリたちが潜伏している洞窟には硫黄が充満している。サーシャの爆弾を適切な場所に設置すれば、一度に全滅させることができるはず。奴らの餌になるのだけはごめんだ。町に戻るまでの道のりは思い出せませんが、洞窟のことは覚えています。カマキリたちは我々の侵入を許さなかった。奴らを全滅させる前に、こちらは味方の半分を失いました。だが、全滅と思ったのは勘違いでした。勝利を祝っていると、残っていた一匹が不意に襲ってきました。ダケイヤは呆然とするサーシャの体を押して逃がしますが、危うくダケイヤ自身が串刺しになるところでした。ライヤは傷が回復するまでダケイヤを外に出してくれないようです。言うことを聞かないならベッドに縛り付けるとまで言われます。最初に目覚めた時もここにいたのは彼女でした。その顔を見てダケイヤはただ幸せを感じました。俺はいつからこの思いを抱えていたのだろう。初めからそうだったのかもしれない。そしてやっと受け止められたのだろう。ライヤは美しい女性はこれまでにも見てきましたが、こんな気持ちになったのは初めてでした。どこにいても誰に対してもこんな気持ちになったことはありません。あの部屋から出られなくなった時にダケイヤたちの間に起きたことはその場の勢いなんかじゃありません。少なくともダケイヤはそう願います。唯一確かなのは今となってはここに定住してもいいとさえ思っているということです。しばらく平穏が続き楽しく暮らしていました。しかしそれも5日前に狩猟隊が行方不明になるまでの話でした。結果的に彼らは遺体となって戻ってきます。彼らのキャンプをくまなく調査しますが、犯人の手がかりは何もありません。動物の痕跡はそれほど残っていないし、あったとしても私たちが知っている類の生物のそれではありません。至る所に焼け焦げた跡があります。噂に聞いていた炎を噴出する新兵器でしょうか。誰であろうとこの罪の償いは必ずしてもらう。今朝ついに犯人を追い詰めます。コウモリのような羽、トカゲのような頭を持ち、口から火を吐き出すような生物でした。こんな生物は今まで見たことも聞いたこともありませんでした。幸運だったのは頭に十分な銃弾を撃ち込めば死なない生物はいないということでした。仲間の一人はそれをワイバーンと呼んでいましたが、見るのは初めてだったようです。どこからやってきたのか、偶然この場所に通りかかったのか、俺にはそうは思えない。嫌な予感がする。最近になってワイバーンの目撃情報が後を絶ちません。奴らは全方向に火を吹けるだけではありません。電撃や酸を吐き出す者さえいる。その上、あの大きな柱はおかしな動きをしています。サーシャにも聞いてみますが、彼女も同じ意見でした。これでは気が休まらない。これとカマキリの件を考えると、この場所はダケイヤたちを消し去りたいように思えました。ライヤと話す必要がある。あの塔が危険なら彼女はそれを崇拝するべきではない。彼女に期待したのがそもそもの間違いでした。ライヤは長い間その信仰を守ってきました。今さらワイバーン数頭を処理したからといって彼女を変えられるわけがありませんでした。交渉の相手がダケイヤであったとしても、しかし諦めたわけではありません。ワイバーンだろうとカマキリだろうと巨頭だろうと、この町に彼女に危害は加えさせません。彼女の祈りのグループには特段の護衛をつけます。彼女がそれを受け入れるかは関係ありません。彼女は拒むだろう。それどころかこの先の数日間はダケイヤは星を見ながら眠ることになるかもしれない。それでもいい。あれほど用心していたのに予期せぬことが起きてしまいます。昨日塔が光り始めたと同時に嵐のような稲妻を巻き起こしました。ダケイヤは猫に乗り急いでライヤを探しに行きます。しばらくするとまるでノスティ全土を飲み込もうとするかのように地面が崩壊し始めました。平常心でいるよう努めながらライヤを乗せて逃げます。猫は壊れた建物が地面に滑り込みながら飛び越えていきます。なんとか生き延びたものの残ったのは2人だけでした。逃げている途中棚に捕まるサーシャを見つけましたが、ダケイヤにはどうすることもできませんでした。
ダケイヤたちが唯一の生存者でした。これだけのことが起きた後でライアに何を言うべきか分かりません。彼女の心の痛みは計り知れないのに、ダケイヤにできることは何もありません。代わってあげられたらどれだけ楽かと思いました。とにかく生きることに集中しよ基本に帰って水を見つけ、食べ物を見つけ、寝床を探します。彼女に残されたのはダケイヤとあの歯並びの悪い猫しかいません。う。俺がしっかりしなくては。どうにかしてこの苦境を乗り越えてやる。ここまでは順調です。猫が生き物を遠ざけてくれるので、弾薬も節約でき、物資も十分。当面は安全だと考えます。ダケイヤたちは大工に向いていないし、世の中には長い歯の猫よりも巨大で強力な生物はいくらでもいます。新たな仲間を探す必要がありました。ノスティは砂漠の中で最大の居住地でしたが、それ以外にも町は存在しているはずです。以前狩猟団が西側にいくつかの建物を見たという噂を聞いていました。調査を始めるには良い場所のように思えます。何もかも地獄に落ちろ。これまで全てうまくいっていたのに、これまで完璧だった。しかしあの町を探索したからこうなったんだ。なんという馬鹿げた決断だ。噂が間違っていたわけではありません。建造物は本当にある。しかし今にも崩れ落ちそうな廃墟でした。建物の半分は砂に埋まっていて、ここに来る途中襲ってきたワイバーンたちの住処になっていました。奴らの攻撃をなんとか逃れ、この巨大な円形の建物にダケイヤたちは避難しましたが、ワイバーンは周回しながらずっとこちらの隙を伺っています。ほぼ1週間分の物資が手元にあります。それがなくなる前に彼らがこちらへの興味を失ってくれることを願いました。ワイバーンがまだいます。ダケイヤたちに執着していました。ダケイヤは決断します。一人で奴らを相手にするほど無謀ではないですが、最悪でもライアが逃げるための良い機会になると考えます。ライア、もしそうなったとしても俺を責めないでくれ。君は俺が望む以上のものをくれた。それに君はまだ世界を変えられる。俺一人のものに止めておくのはもったいないんだよ。俺自身が持つ才能はたった一つだ。その才能とやらを使ってあの醜い巨大トカゲどもを地獄へと一緒に引きずり込んでやろうじゃないか。と記録は終了します。ライアはオベリスクが太陽神の光が実体化されたようだと考え、古代エジプト神話の女神ハトホルに祈りを捧げるときはオベリスクに向いて祈っていました。仲間たちの疑いの視線を感じましたが、ここが理想的な居住地であるという点に関して皆の意見は一致し、ほど近くに拠点を築くことにします。建設作業は順調に進みました。仲間の中に建築家はいませんでしたが、自分たちの役割に適応していきました。ライアはルクソールにいた頃は政治に関わらないようにしていました。だから今日ギリシャからリーダーと呼ばれた時、ライアは驚きました。そのような地位を自分から求めたことはないし、公式に任命されたわけでもありません。ただ自然とそうなっていました。この名誉をどう受け止めればいいかわからないが、もしこれがハトホルの意志なら、私にできる限りのことをして人々を導いていこう。慌ただしい数ヶ月が過ぎ、集落は急激に成長していきます。住処と仲間を求めて放浪者たちが大勢訪れます。ライアは全力で彼らを迎え入れました。思いやりを持って接すれば、ほとんどの者は勤労と忠誠でそれに応え、集落の一員になってくれました。しかしライアは人の心に二面性があるのは分かっています。ハトホルは慈悲を、そしてセクメトは破壊をもたらす。この集落が大きくなれば、その分邪悪な者たちに狙われやすくなる。ギリシャは軍を組織しようと奮闘していますが、まだ満足いくものはできていません。神が私たちに真の戦士を使わせてくれることを祈ろう。神はライアの願いを聞いてくれた。少なくともライアはそう信じていました。しかしダケイヤ隊長は真の戦士としてライアが抱いていた理想像とは少し違っていました。ダケイヤはぶっきらぼうで上品さのかけらもなく、誇りっぽい性格でした。しかし彼は結果を出し続けている。暇を見つけて彼の働きぶりを一度自分の目で観察してみよう。ダケイヤ隊長は大音量とともに火を吹く武器の使い方を兵士たちに教えています。あれにはどうしてもなれないが、その破壊力は絶大でした。人間の体などひとたまりもなさそうです。
ハトホルの美と愛について多くの人に共有ができたことはとても喜ばしいことでした。ライアの日々の祈りは当初数人の興味を引く程度でした。しかしすぐにその興味は質問へと変わり、質問は参加へと変わりました。今や神殿を建てられるほどの人数が集まっています。しかしライアには優先すべき仕事があります。今は私を頼りにする人々が多くいる。その責任を放棄するわけにはいかない。名前というものは興味深い。大きな役割を占めながらも、その人間自身や所属する場所を変えるものではない。こう考えるのは、ライアは村の名前を考えているからでした。古代の言語で知ることを意味するノスティという名前が良いのではないか。昨日ノスティはまたカマキリの襲撃という悲劇に見舞われました。死者全員を墓地に埋葬する余力はありません。代わりに彼らの追悼式を開き、対話を希望する者にライアは個人的に時間を割きました。日々の職務にそれが加わり、ライアは精神的にも肉体的にもすっかり疲れていました。しかし民が苦しんでいる時に私だけ休んでいる暇などない。ダケイア隊長には一生の借りができた。この恩は誠心誠意返していかなければならない。もちろんそんなことで彼の無情な行動は許せない。確かにあの商人と名乗る者たちはライアを誘拐しようとした悪人です。しかしそのうちの一人は降伏していました。あの状況で彼を処刑する必要などなかったはず。この過酷な場所ではいつ自分の中の善が消え悪に支配されてしまうのか予想もつかない。私にもっと力があれば血は流さずに済んだだろう。だから私も銃を扱えるように訓練しなければならない。ダケイア隊長に協力を仰ごう。ライアは少しずつですが銃の扱いを学んでいます。最初の方の訓練では反動で武器が手から飛んでいきそうになるほどでしたが、今は腕も鍛えられ照準も合うようになってきました。ダケイア隊長の存在はとても心強い。別の場所では不愉快に思っていた沈黙もここでは心地よいものになっています。彼は大げさに褒めたりけなしたりすることがありません。ライアがやるべきことにシンプルに集中させてくれる。余計なことを考えなくて済みます。ライアの当初の実力を考えれば彼はとても寛容でした。私も彼に対してもっと寛容にならないと。古代穏やかなハトホルは荒々しい戦士であった女神セクメトとして自身の怒りを人類世界に解放してしまった。しかしその無慈悲な大虐殺の間もセクメトの中にハトホルは存在していて、ハトホルの中にはセクメトが常に存在していた。そしてその怒りが落ち着くと愛と美の女神が帰ってきた。この女神のように人類も同じです。悪意は親切になりうるし、心優しさが凶暴になることもある。ダケイア隊長も彼の過去の行いを見るとそれと何ら変わりはない。先日ハトホルとセクメトの話を彼に聞かせた時は理解していないようでしたが、彼が良い行いをする努力をすればいつの日か本当の善人になるでしょう。理論上ライアは有能な車種になります。でも実際はどうだろうか。他の人間の人生を終わらせることが私にできるのかわからない。このことを考えると恐怖で口がカラカラになりました。戦士セクメトの魂はライアの中にも存在しているだろうが、自分の中にそれを探すことはできませんでした。防衛については隊長の判断を信じますが、カマキリへの反撃は正しい選択なのでしょうか。彼が村の防衛をおろそかにしているとは言わない。むしろその逆で、彼が率いる小隊の戦力の方が心配でした。心配すべきことじゃないのは分かっていました。彼自身の手で編成されたチームだし、ライアには他にやるべきことがあります。何日間もハトホルの慈悲とセクメトの治癒力を請うた。そして待ち続けた。この祈りが届くとライアは信じた。最初に彼を見た時、瀕死かすでに死んでいるように見えた。しかし神々はライアのもとにジョン・ダケイアを残してくれた。他にやるべきことがあるのは分かっていました。この部屋でこれ以上の時間を浪費している暇はない。それでもここから離れることを心が許してくれません。もうこれ以上自分の気持ちに嘘はつけない。ライアをここに送ったのはハトホルの意志です。ライアは彼女の喜びと慈悲の心を広めるため、彼女の愛を理解するために存在している。縛られた感情を紐解いた時、まるで止められない川の流れのように感情があふれ、本当の意味で愛を知らなかったと気づいた。
今ならハトホルの教えを具現化できる。遠い世界から現れた戦士ジョン・ダケイアに感謝している。そして今ライアたちは一つになり、この砂漠を楽園に変えよう。最近のノスティは喜びに満ちており、お祭りでも開こうかと思う。何せ祝うべきことがたくさんある。カマキリの脅威がなくなって大量の黒い油を発見した。このおかげで祭りの一つや二ついくらでもできるほど貯蔵庫が物資で溢れている。ダケイアは反対するだろう。彼は極端な心配性だが、ライアなら彼を説得できる気がしました。いつの日かその心配と責任が消え、歌と踊りに変わることを願っている。何もない荒れ地から出発したノスティは短期間で本物の町へと発展したのだ。偉大なるファラオたちですらその偉業を羨むだろう。砂嵐と怪物たちの存在はあるものの、砂漠の脅威は日々消えつつある。犠牲者の数も人々の苦しみもどんどん少なくなっている。おそらくいつの日か脅威は完全に消え去るだろう。その日が来れば、これまで耐え忍んできた苦難と犠牲は全て報われる。この数日の間、偉大なオベリスクの光が今までに見たことがないリズムと強度で点滅している。夜に見るとひときわ美しく心地よい光景だ。星空に向けて歌を歌っているようにも見える。これも神のおぼし飯なのだろう。ハトホルがライアたちを祝福してくれているのだ。祝祭を催すわけにもいかないので、代わりに特別な儀式と祈りを日没後に行うことにした。今のところこの試みはうまくいっていて、全員がそれぞれの信仰心や活力を新たにしている。この光の祭典はいつまで続くのだろうか。脅威がそこら中に潜んでいる中で、信仰を持たないジョンはどのように現状と向き合っているのだろうか。彼は安全が保証されている場所でも武器をそばに置いて眠ることをやめようとしない。オベリスクが危険だと突然言い出すのもうなずける。ライアには信仰があるし、ジョンのことも信用している。あの飛行トカゲからライアたちを守ってくれると信じている。オベリスクは脅威ではないと信じている。そして彼の考え方さえも許容できると信じている。しかしこの件に関しては彼からの歩みよりも必要だと思う。オベリスクのことになると周りが見えなくなりすぎている。一体何がいけなかったのか。あらゆる試練と苦難の中でもハトホルやアムンラー、すべての神々への信仰は失わなかった。それどころか教えを広め、祭壇を作り、彼らを祀る式典も執り行った。なぜオベリスクは空を明るく灯し、私の新たな家に破滅を送り込んだ。なぜ神々は大地をバラバラに引き裂き、私が作り上げたものや仲間を地の底に叩きつけた。私が何をしたというのですか。ジョンがいなければこんな質問もできなかった。最後の行動としてライアを見捨てた神々に救済を請いながら死んでいたはずです。ライアは亡くなった人々のことで胸がいっぱいでした。生徒たちの笑顔が見える、学ぶ意欲を見せている。ギリシャの笑い声が聞こえる、愉快に大笑いしている。ジョンの忠誠なる部下の差し出す手が見える。そして彼女は暗闇の中に消えていった。ジョンは自分を責めないようにと言ってくれます。あれは予期せぬ出来事だったと。しかし彼らを破滅へ導いたのは、破壊の権化を崇拝させたのは自分だ。それを導いた自分が罪を感じずにはいられませんでした。ジョンのようにどうにかしてこの感情を閉じ込め、今を生きる必要がある。失ったものを引きずり続ければ、今あるものでさえ失ってしまいます。もうそんなことはさせない。神でさえ彼を奪うことは許さない。ジョン、私をどうか褒めてほしい。教えられた通りに呼吸をコントロールした。涙が頬を伝っていても、心の中が嫌悪と怒りで爆発しそうでも、照準を合わせ殺せた。皆殺しにした。あなたまで私を置いていくの。生き延びるべきなのは私じゃなくてあなたよ。あんな化け物に殺されるようなあなたじゃない。あなたは強すぎた。あなたがいないと。お願い、戻ってきて。あなたの声が聞きたい。あなたの笑顔が見たい。お願い、お願い。ライアはそれを見つけた時、粉々にしてやりたいと思いました。あの卵はライアの愛する人を奪った憎き化け物のもとであり、同情する必要のないものでした。しかしそれらが助けになることも知っている。この生物たちをライアの奉仕者として育て上げれば、不実な神々でさえライアに手出しはできないはずです。ライアは大きなかがり火で
本来母親から与えられるべきぬくもりを作ります。孵化に備えて最強の獣たちから乳を集めます。彼らは私が育ててみせる。彼らと共に生き延びる。ジョン、最後の約束よ。私はあなたの分も生きる。あの生物たちが孵化する時に丸腰は危険だと思っていましたが、今はお互い信頼関係ができています。生まれて最初に目にした生物を親として認識するようなことも知っていましたが、この場所でライアはその当事者になっていました。ライアは化け物たちの母となります。それならそれでいい。神には見捨てられ、愛も失った。昔のようにハトホルの最後の痕跡である喜びも平穏もない。セクメトの強さと怒りで心を満たし、後ろには化け物たちを引き連れ、腕には武器を持つ。この砂漠に私の怒りを思い知らせてやる。もう二度と私のものを奪わせない。相手が人間だろうと、獣だろうと、神だろうと。ショーン、最後に話して以来いろいろなことがあった。この世界には信じられないような秘密がある。当初の私ならひれ伏すしかないであろう危険が潜んでいる。だけど私は強くなった。黒いベールに包まれた私を見ても私だと分かってくれる。ライアは今でも人々を救う方法を探し続けている。以前とは異なる方法で、ライアはもうただの世話係でもなければ、傷を癒すだけの治療者でもない。無力な人々を守ることや、この呪われた地に隠された真実を求める者を導くことができる。いつの日か誰かが真実を見つけ、偽りの神に裁きを与えるだろう。その時が来るまでライアの戦いは終わらない。もう後悔はしない。私は前へ進む。と記録は終了します。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、前編といたしまして、ヘレナたちがいた数十年前の物語、ダケイアとライアの愛と涙の物語となります。かなり要約した部分もありまして、泣く泣く削ったエピソードなどもありますので、ぜひですね、ご自身の手で集めていただいて、一度全文ですね、ご覧いただければと思います。また今回の物語、後編のヘレナの物語にもつながる部分がございますので、ぜひ後編見る前にですね、ご覧いただきまして、また後編見られる際にもですね、ご覧いただければと思います。またですね、前編、ポッドキャスト対応でご紹介も考えておりますので、そちらもお楽しみにお待ちいただければと思います。では本日は以上となります。普段ですね、アークについてトラップであったり、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、Twitter の方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、Twitter の方でもフォローよろしくお願いいたします。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。